こんにちは。今日はですね、iPhone で動画や写真をしっかりと撮影するときに非常に役に立つアイテムを紹介したいと思います。スモールリグの iPhone 15 Pro 用のモバイルビデオキットになります。で今回 iPhone 15シリーズになって Apple Log で撮影ができるようになり、編集の自由度とかもむちゃくちゃ上がって、誰でも簡単に高品質な映像を作成することができるようになりました。いつも手元にある iPhone で、いざとなったらその気になればミラーレスカメラ顔負けの映像が撮れるっていうのはすごくいいですよね。ただそれと同時に iPhone でただの薄い板なので、撮影に使うとなると若干形状的に持ちにくかったり、あとは設定とか性能面でも若干のこの制限がありますので、そういったものを解消するのが今日紹介するアイテムになります。まずはこのキットにどんなものが含まれているのか、どんな作りになっているのかっていうのを見てみたいと思います。それから各種フィルター、可変 ND フィルターとか変更フィルターなどもいただいてますので、それらを使うとどんな効果があるのか、ある場合ない場合、違いがどんな風に出るのかっていうのもお見せしたいと思います。で、最後に簡単に私がしばらく使ってみての感想などもお話しできたらと思います。では最後までゆっくりご覧ください。でまずはキットの内容を見てみたいと思います。これが肝心のケージになります。今回のものはグリーンになってるんですけど、これはですね、ブランドン・リーという動画クリエイターとのコラボレーションモデルになっています。ブランドン・リー皆さんご存知でしょうか？どんなカメラを使っていてもむちゃくちゃかっこいい映像を作る映像クリエイターで、私もかなり尊敬している人なんですけど、その人とのコラボレーションモデルになっています。でコラボレーションのこのグリーンが嫌だっていう方は従来通りの黒っぽいものも出ていて、フィルターなしで若干値段も安くなっています。でそれ以外にもハンドルが1つだけとかケージだけとかいろんなバリエーションで販売されています。でさらにハンドルとハンドルを取り付けるためのクイックリリースアダプター、それからフィルターを取り付けるマウント、そして可変 ND フィルター ND2 から32のものが付属してきます。そしてキャリングポーチとクリーニングクロス、各種マニュアルとウェルカムカードなどもついてきます。ではケージ本体を少し見てみたいと思いますが、もう第6世代にもなってますので完成度が半端ないですね。重さはですね、だいたい 115g で、見た目よりはかなり軽いです。で色はですね、グリーンなんですけど、かなりシックな色で、光に当たるとグリーンなんですけど、暗いところでは結構濃いめの深い渋い色で全然派手さはありません。アルミだと思うんですけど、むちゃくちゃ合成がしっかりしています。で2つのアクセサリーシューと周囲に全部で10個の三脚ネジの穴が開いています。こんな感じでもちろん三脚に取り付けることもできますし、いろんなアクセサリーを取り付けることができるようになっています。で今回小型のジンバル、これ GU にクレーン M3 なんですけど、取り付けてみましたが、プレートなどを使わなくてもそのまま搭載することができます。で各スイッチの部分はこういうふうにラバーでカバーされています。でここを押すと iPhone の入れる部分がカチッと蓋が開くような感じになってるんですが、 iPhone をスムーズに滑り込ませることができます。全周囲にゴムのレールみたいな感じになっていて、これが非常にサイズが絶妙なんですが、ガタもないしきつくもないという感じでできていて、非常に気持ちいい作りになっています。で iPhone 自体が絶対傷つかないような仕組みになっています。でこれ実際取り付けると iPhone 15 Pro Max がもともと大きいっていうのもあるんですけど、かなりごつくはなります。でもその分本当にしっかりしていて安心感が違います。でこのレンズのところ、これ標準でついてくるプレートなんですが、ここのプレートを付け替えることによって、例えばモーメントの最新の T シリーズのレンズを取り付けたりとか、 37mm のフィルタースレッドのフィルターを取り付けることもできるアダプターも出ています。で標準でついてくるのはちょっと前のモーメントのレンズ M シリーズっていうマウントのものをそのまま取り付けたりとか、あとこの付属してくるフィルターアダプターをここに取り付けられるようになっています。でこの背面の部分はカバーはされてませんので、むき出しなんですけど、マグセーフの充電器とかバッテリーとかもそのまま使えるようになっています。そしてここにはストラップホールがついています。で次ハンドルなんですが、ハンドルも同じくグラデーションになっています。でハンドルとこのクイックリリースアダプターはネジで固定するんですが、好きな位置に取り付けたり90度ずらして取り付けたりすることもできます。
でこのアダプター、ケージ側はこういう2つのピンが出ていて、これがケージの穴に入り込んで、さらにこのクリップで固定できるようになっています。ワンタッチで固定して、しかも固定力はむちゃくちゃ強くて、どんなに振り回しても取れません。で取り外すときはここを押さえるだけで簡単に取り外せます。ほんとよくできてますね、これね。さらにこのハンドルいろいろ秘密があるんですが、ここをパカッと開けると六角レンチが出てきます。でさらにこの上の部分のゴムの部品があるんですけど、ここを取り外すとアクセサリーシューになっています。で反対側も仕組みは同じなんですが、この部分がですね、シャッターボタンになっています。 Bluetooth のシャッターボタンでワイヤレスでシャッターコントロールできるようになっています。このハンドルから手を離すことなくシャッターボタンを押すことができるようになっています。でさらにですね、このハンドルを取り外して、このクイックリリースアダプターを90度ずらして固定します。そうするとですね、今度はトップハンドルみたいになって、ローアングル撮影をするときなんかに非常にやりやすくなっています。で次はフィルターなんですが、フィルターを取り付けるにはこのマウントをまず取り付けるようになっています。小さい爪のようなものがこのマウントについているんですが、そこをこのプレートに引っ掛けてちょっとひねってやることで固定できます。でそこに今度はフィルターを磁石でパチッと取り付けます。ワンタッチで取り付けることができます。そしてこれはちょっと別売りになるんですが、 PL フィルターとあとブラックミストフィルターも用意されています。同じ仕組みで取り付けることができます。でこれも別売りなんですけど、 SSD のホルダーもアクセサリー種を利用して取り付けることができます。汎用品で他のカメラでも使うことができる製品なんですが、こういう感じで SSD を挟み込んで、この下の部分をこのアクセサリーシューに固定することができます。プロレスログで撮影できるようになったのはいいんですけども、ファイルサイズが巨大なので、SSD をこういう使っている方が多いと思うんですけど、何らかの形で固定しないとプラプラしちゃって使いにくかったりするんですけど、これを使えば確実に固定することができます。今から実際にこれを持ってちょっと撮影に出ていきたいと思います。でまずこのハンドルなんですけど、両手でしっかりホールドできるだけでこんなに違うんだっていうぐらいね、安定して撮影することができます。これ横方向にカメラ持ちながら歩いてるんですけど、水平とかも乱れやすいんですけど、比較的水平をね保って撮影できています。こんな回転ショットとか、こういうスライドショット的な映像なんかもやりやすくなります。でまず可変 ND フィルターなんですが、お持ちの方はねもちろんご存知だと思うんですけど、何それっていう方もいらっしゃると思いますので、違いをお見せしたいと思います。でまずこれをご覧ください。車が通過していきました。バイクも行きました。もう次もちょっとご覧ください。同じような映像なんですけど、違いが分かったでしょうか。もう一度見てみましょう。今度ちょっと止めたんですけど、どうでしょうか。ぴったり車が止まっています。もう一枚の方が、こっちはね同じく止めてるんですけど、車が若干ブレてるのが見えると思います。2つ並べるとこんな感じになります。上がフィルターあり、下がフィルターなしになります。実際に人間の目に見えるのもこの上のような映像だというふうに言われています。皆さんももしよかったら外に出た時に思い出したらちょっと確認してみてください。歩いてる人でもこんな感じで若干のモーションブラーっていうか被写体ブレがねかかってるのが見えると思います。でなんでこんな風になるかというと、シャッター速度が関係してるんですけど、普通晴れてる日っていうのは非常に明るくて太陽の光もいっぱいあるので、センサーもたくさん光があるって判断してシャッター速度をむちゃくちゃ上げるんですね。4000分の1秒とか8000分の1秒とかになってしまって、動画でもそれは同じなんですね。でそれが連続するとやっぱりちょっとパラパラ漫画みたいな映像になってしまうんですが、ND フィルターを使ってセンサーに届く光の量を減らしてやるんですね。そうするとシャッター速度をある程度適正値に持ってくることができて、かなり遅いんですけど、例えばこのさっきの映像だと48分の1秒とかなんですけど、そのぐらいにしてやると、適度な被写体ブレがかかってより自然な映像になるという次第です。それもiPhone 標準アプリだとできないんですけど、サードパーティーの、私は今回ブラックマジックデザインのカメラアプリを使ってるんですけど、そういったものを使ってシャッター速度をコントロールしてやると、自然な感じの映像を作ることができます。それが ND フィルターの一つの効果になります。で次は水の動きなんですけど、シャッター速度が2000分の1で、これフィルターなしでむちゃくちゃ速いんですけど、完全に止まっちゃってるんですよね。しぶきの一つ一つがね見えるんですけど、
これがですね ND フィルターを使うことで48分の1秒ぐらいに落とすとこんな感じで自然な感じの水の流れがね表現できるようになります。しぶき一つ一つなんかね実際には絶対見えないですからね。でこういう旗の動きもそうですよね。旗めいた瞬間止めるとやっぱりこんな感じで、絶対ブレて見えると思うんですよね。でもこれをフィルターなしで4000分の1秒とかで撮ってしまうとこんな感じで完全に止まった旗になってしまいます。で今度歩きながら撮ってるんですが、やっぱり横の塀がちゃんとこうブラーがかかってるんですよね。人間も微妙にブレてたりするんですけど、フィルターなしだとこんな感じで、全てをこうカチッと止めてシャープに映すようになってしまいます。微妙な違いといえば微妙な違いなんですけど、やっぱ動画って全てのものが動いてますよね。自分が動くにしても被写体が動くにしてもこう風景が動いていくにしても常に動いてるものを撮ってるので、その一つ一つがこう自然な感じで撮影できるっていうのはなかなか大きい違いじゃないかなと思います。ちゃんとしたカメラを使って設定とかもしっかりしてやればこういった映像が撮れるんですけど、スマートフォンでも気軽にこういう映像が撮れるっていうのは本当に楽しいかなと思います。もう一つは PL フィルターで、これ変光フィルターなんですけど、車とか撮っても例えば今ガラスに反射して中全然見えてないんですけど、少しずつ回転させていくことによって中がこんな風に映るようになります。椅子とかねはっきり見えてますよね。例えば景色撮る時でもこれ新緑のもみじなんですけど、回していくとだんだん緑が濃くなってると思います。ちょっと並べてみますけど、右は白っぽさがなくてね、本来のこう緑グリーンが綺麗に出てると思います。これはですねちょっと夕方のポートタワーなんですが、今回転させてるので空とかちょっと色がね変わってきてるのが見えると思うんですけど、ポートタワーの色もね結構変わってるんですよね。ちょっと見にくいでしょうかね。ちょっと写真でお見せしたいと思います。でこれが効かせてない状態です。で効くとこんな感じで赤とかがね鮮やかになってると思います。拡大するとこれは効かせてない方です。で今度これもなんか修正してるかのように見えますが、これ取って出しの JPEG の映像です。並べるとこんな感じで一目瞭然です。青はすごい鮮やか、赤も鮮やかになってますよね。拡大してもこんな感じではっきりとわかります。で水面なんかを撮影してもこれ今反射しちゃってるんで結構キラキラというか映ってますけど、これが回していくとですね反射がほとんどなくなってこういう感じで水の中が見えます。海が汚いのがちょっと残念なんですけど、でそこに停泊してる船も回していくとこんな感じでガラスの反射が取れたりとか、あと船の船体の青い部分も結構鮮やかになったりとかしてますよね。でこれ建物なんですけど、0330って書いてある壁のあたりがずっと白っぽいんですが、フィルターをつけるとこんな感じで色鮮やかになります。で最後はブラックミストフィルターなんですが、これあえて逆光状態で撮影していてちょっとフレアも出てるんですけど、太陽光がこう当たってるあたりとかがねかなりほわほわってしてるのがねわかると思います。外すとこんな感じで結構くっきりになるんですよね。で今度ちょっと室内なんですけど、これフィルターなしでフィルターをつけるとこんな感じになります。光の周囲とか、光が当たってるあたりの輪郭エッジがちょっとソフトになってもわもわってしてるような感じになってるんですけど、シャープすぎず適度にこうソフトな感じに仕上がっていて、アナログ的といえばアナログ的ななんとなく優しい感じになっています。でこれは夕暮れ時の西の空を撮ってみたんですが、全体的にこうエッジのシャープさが薄れてソフトな感じになります。で最後にちょっと簡単にまとめたいと思うんですけど、まずですねこのケージがある、ケージというか、ケージもいいんですけど、このハンドルがあることによってむちゃくちゃ撮影しやすくなります。ちょっとこうね見た目が大げさになるので、気軽に撮影するっていうよりもこのカメラ iPhone を使ってしっかりと撮影したい時なんかはこれがあるとないとじゃねもう全然変わってくると思います。そしてこのフィルターなんですけど、やっぱりこうデジカメの時代になってカメラもねどんどんこうシャープにくっきり写すっていうことを目指して進歩してきたんですけど、ある程度のところまで来てますので、今度はちょっとこのデジタルっぽさ、シャープすぎるのにみんな疲れちゃって
で、アナログっぽく表現したいなっていう需要が出てきてるんだと思うんですよね。音楽も、いろいろデジタルミュージック CD から来てますけど、それに対してレコードとかカセットとかもね最近流行ってアナログっぽいのが好まれたりしてますけど、やっぱカメラの世界もなんかフィルムカメラもね流行ってたり、あとデジカメでもフィルムっぽく仕上げるのとかもね流行ってますよね。動画もそうなんですけど、でまさにそういう用途にぴったりのアイテムかなと思います。この可変 ND フィルターで自然な感じのブレ感を出したりとか、ミストフィルターでちょっとソフトにエッジを柔らかく映すようなこともできるようになっています。で今回紹介したものは iPhone15 Pro とか Pro Max 用になるんですが、そんなの持ってないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、結構便利なものがあるんでついでに紹介しておきたいと思います。これ iPhone13 なんですけど、こういうのでも使えるこういうユニバーサルケージというものが同じくスモールリグから出ています。ユニバーサルという名前から分かるように大抵のスマートフォンで使うことができるようになっています。マグセーフがついているものはこういう感じでマグセーフで取り付けることもできますし、こういう普通のクリップもついてますので挟み込んでスマートフォンを搭載することもできるようになっています。で周囲にアクセサリーシューとか4分の1インチの三脚のネジ穴がたくさんありますので、今日紹介したようなアクセサリーもほとんど使うことができます。でフィルターもこういう挟み込み式のアダプターがありますので、これを使えば今日紹介したフィルターなども使うことができるようになっています。ということで今回はスモールリグのスマートフォン用の iPhone もしくはスマートフォン用のケージの紹介でした。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。